転の中にこう溜めるポジション、力をこう溜め込むポジションっていうのがダウンスイング。右肩さえ落ちてしまえば溜めっていうのは勝手に作れるので、ここからそのまんまインパクトに持ってくるだけ。ポイントは右肘です。皆さんこんにちは、ひがです。もえです。お願いします。はい、ということで今日は飛距離アップ。おお、今回もやっていこうかなと思うんですけども、今日の飛距離アップするポイントはダウンスイング。ダウンスイングといえばスイング中に何をするところでしょう。スイング中に何かするところ。そう、飛距離アップですごく大事なポイントで、ダウンスイングで作るんですけど、何だと思いますか？マジでわかんない。答え言っちゃうと、ダウンスイングはスイング中のためを作るところで、スイングってずっと流れでこうダラーンってこう振ってるわけではなく、回転もちろん入ってるんですけど、回転の中にこう溜めるポジション、力をこう溜め込むポジションっていうのがダウンスイング。そうなんだ。なんかトップで溜めてんのかと思ってた。まあトップからダウンにかけてっていうのかな。間違ってはないよね。トップで溜めるっていうのもね。トップからダウンにかけて力を溜めてボールに対して振っていくのがダウンスイングなんで、ここのためがない人とある人では飛距離がねやっぱ変わってきますので、そこの作るコツ。ためを作るコツをやっていこうかなと思います。はい、お願いします。ということで、実際にレッスンに入っていくんですが、さっき言ったダウンスイングなんですけど、さっきのダウンスイングのためを作るとなんでいいか、飛ぶんですけど、ドライバーってインパクトがよく言うアイアンとは違くて。ボールを右から覗きながら球を捉えるビハインド・ザ・ボールド、こう打っていきたいんですけど、この動きを入れるためにもダウンスイングがすごく重要なんですね。でドライバーってビハインド・ザ・ボールで打たないと球って最大限に飛んでこないんですけど、このためにダウンスイングをちょっと今日はやっていきたいので、インパクトにつながってくる動きになります。それができるようになると、ビハインド・ザ・ボールにも勝手になったりとかする。する。絶対なる。アッパーには入りやすくなるので、なりやすいかなと思います。はい、いいな。私結構打ち込み型だからさ。確かにそうね。萌えも割とこうガッていく時があるから、見てて。見てます。まずダウンスイングに入る前にチェックしてほしいポイントがあるんですけど、構え、人によっては最初からちょっとこう軸を右に傾けて、ボールを右から覗いてるようなイメージでこう見てるアドレス構える人いると思うんですよ。これはいいと思います。まっすぐ別に構えてもいつも通りアイアンと同じようにまっすぐ軸構えてもいいし、ちょっとアッパーに打ちたいなっていう人はこうね右から覗いて構えてもいいんですけど、こう構えてる人の注意ポイントですね。ここからこのまんまバックスイング上げてきてくれる分には問題ないんですけど、ここからこう傾いてる軸をバックスイング上げるときに左に左に今バタンって倒れちゃってる状態、こうするとダウンスイングでためが作りにくいので、どっちかというとこう傾けてる人に多いかな、今の癖は。急にガクンってこう不自然に左に持ってきてしまうと、次ダウンスイングで逆にまた戻りやすくなってプッシュアウトとかスライスになってしまうから、絶対構えてからバックスイング上げる時っていうのはちゃんと右に重心を乗せてくる、こう右足にしっかり乗ってくるような感覚があるとダウンスイングで入りやすくなってくるかなと思います。次ダウンスイングいくんですが、ダウンスイングはこうやって、これは左肩が上がってフェースが開いてる状態になってしまうと、これはためではなくただただ体の回転で振ってる状態なので、手の動き自体がすごく少ない。
手の動きもある程度ゴルフって使ってくるんですけど、ボディーターンだけではなくて手の動き自体もあるんだけど、手の動きを入れるためにも、まず手だけでやるとバックスイング上げたらそのまんまこう真下に動かすような動き、これがインサイドから無理に入れようとしてクラブが寝てしまうような動きだったり、これをボールにヘッドを持ってこようとしてこういう動きになってしまうのは絶対手は良くないので、バックスイングトップの位置決まったらそのまんま真下にこう動かすだけの動きを入れたいんですね。でこの時にポイントとなるのが、今日のポイントは、いきます。右肘右肘ですね。右肘が体にくっついてくるような意識で振ってほしい。で右肘と右手と右肩、トップの位置から、ここの肩とこの手の距離は変わらないでほしいんですよね。うわー難しい。これね、いや動くと割とそんなに難しくないです。だってこのまま肘の角度とか、手首の角度が変わらないまま寄せてくるだけなんで、ただただこう肘を体に寄せつけてるっていうのかな。これがこうなったりとか遠くなりますよね。クラブを無理にインから入れようとすると右肩と右手のこの距離感が遠くなっちゃうのね。あとは逆にトップの位置からアウトに入ってくる人っていうのはここが近くなりやすかったりするので、トップの位置で作った右肩と手元の位置っていうのは変わらないまま右肘を体に引きつけてほしいんですよ。腕はこれだけ。感覚が分かんないかも。それやってみる。だから右肩と右手の距離感が変わらないままこうだね。ここからそのまま、これを萌えの場合はキュッて、これはためではないです。ただ自分で手で引き寄せてるだけで、肩とこの手の距離感はトップから変わらない。これどこを動かしてるの？じゃあ自分で肘で動かしてるイメージ。肘を、こういうこと？そう寄せて、これ重たい？こっちにしていいよ。そうで、もっと近いですね。ここですね、トップの位置。こういうこと？そう、合ってる合ってる。肘を下に持ってくる。このまんまこうですね。これをこうやって曲げちゃいけないです。肘キュッて曲げるのもダメし、伸ばすのもダメ。ここからそのまんま。そう。多分クラブ持つから難しい。クラブ持ってやるとイメージ湧かないので、もうただただもう棒立ちでやるとこれだけ。けど肩がさすごい疲れない？でもいいことじゃないですか。いいことなの？いいことで今やったのが肩なんですけど、肩っていうのをダウンスイングでは落としたいんですよ。今みたいに肩を落としたい。肘の動きよりも肩で意識した方がやりやすいか。今みたいに肩を落とすイメージかな。この動きでやってもらえると自然に右肩が落ちたところでっていうのがとっても重要で、落ちてくるとここからもう手の動きはここから変わらないです。ここからダウンスイング入ってインパクトに入る時っていうのはもう同じ、ここの距離感は同じまんま球に対して当たってきたいんですよね。これが右肘が伸びちゃったりとかしてしまうと上体が起き上がる、起き上がっちゃうし、逆にこう近づいたものっていうのは振り遅れてしまう原因にもなってしまうので、トップからのこの右肩と右手のポジションっていうのは変わらない。もう形を変えない、そのまま入ってくるとなんとなくこう右肩が下がったインパクトができるんですよね。よくアマチュアであるのが詰まったインパクト、これするとフォローがもう取れないので力が出ないんですよね。手首でヒュンって返すかっていう感じになっちゃうので、なるべく右肩落としてインパクトでも右肩が落ちてるの分かりますよね。落ちてます。これが
正しいインパクトで、右肩が落ちれば勝手にビハインドザボールになってくるので、ポイントは右肘になってくるかなと思います。すごくね、多分言葉で言うと難しいんだけど、クラブ持たないで動画見ながらこれぐらい楽に肩を、なんかこれさテレビ見ながらとかできるこれやってねやってで、なんかしまいには足広げてちょっと右向いて、これですよ。割とシンプルに難しく考えずに、こう徐々にこう足上げて、足広げて右向いて、この動きができてくると自然にこのダウンスイングのこの落とし込みだったりとか、落とせれば右肩さえ落ちてしまえばためっていうのは勝手に作れるので、ここからそのまんまインパクトに持ってくるだけなってくると、ビハインドザボールで球を押し込めてくれるかなと思うので、ちょっとビフォーとアフター打ってみましょうか。いい時と悪い時打っていきたいなと思うんですけど、最初はここが距離感が離れてしまう場合いこうかな。 NG ですね。 NG それははい、これ NG1。 NG1。はい、次 NG2。 NG2 は無理にインサイドから下ろそうとしてしまった場合いきましょうか。はい、これも NG2 のやつなんですけども、今 NG1 はダウンスイングでこういう下ろし方をした時のスイングです。今の右肘を伸ばすような動きをしてしまうと、ヘッドスピードがどこで最速になると思う？ここ。そうっていうことは、ここって分かんないね。なんてダウンスイングだ。ここね、右側のここでダウンスイングをで加速してしまってるので、ここで最速になったものはここではもう最速で振れないわけですよ。なのでヘッドスピード今37.8 しか出てないので、やっぱり距離自体は最大限に出てない状態。そして次 NG2、この2は、インパクトまでダウンスイングでここの距離感は今変えずに、無理にインサイドからクラブを下ろそうとしてしまった場合、インサイドから下ろそうとしてしまってくると、真下ではなく前の動きに入って手がギュッて前に出てしまうので、肘も前にこう、そう右肘がギュッて前に絞り込んでくるような動きだと、フェースが開いて今みたいなプッシュアウトになったりとか、でプッシュアウトするってことはインサイドから入ってるのに、ヘッドがうまく走ってない状態なので、やっぱり肘のポジション下ろす場所っていうのは真下、前に来るんじゃなくて真下に来ないとヘッドを次走らすことができないです。せっかく溜めてるのにそのまま抜けちゃうような動きで、クラブスピードが今 38.4 しか出てない状態なので、これもね、まだまだ自分の最大限の動きはスピードは出せてないかなと思います。なるほど。なのでちょっといい打ち方をして、数値どれぐらい変わるか、やってみようかな。お願いします。はい。はい、今ので打った時のここですね、ダウンスイング意識して打った時のヘッドスピードが今 40.1 まで上がりますので、ダウンスイングでためさえ作ってこれれば、あとはインパクトで加速してくれるので、ヘッドスピードが上がって最終的に距離も伸びてくるかなと思います。なるほど。ちょっとね難しいかもしれないですけど、言葉で聞くと難しいけど、動いたら割とそんなにこの腕だけの動きやるってなったらそんなに難しくはないはずです。それにプラス、腕だけの動きじゃなくてやっぱり体の回転は絶対なんですよ。なんでちょっとまた体の回転を入れるポイントを説明するんですが、今どっちかというと私腕の動きしか説明してないんだけど、
トップからダウンに入る時ってもちろん腕から入るわけではなくて、下半身の戻し踏み込みだったりから入ってくるんだけど、下半身で入ってくるっていうのは絶対なんですよ、でもこの下半身をどう持ってくるかっていうのも結構ポイントだと思ってて、バックスイング上げたら、なるべく意識したいのは膝の向きなんですけど、バックスイングの時膝っていうのは右膝は変わらないです。向き方向ですね。そうこれがこうなることはなくて、ずっと前向いたまま上げてくる、なんだけどそれに対して左の膝っていうのは私の場合内側に入りながら前に出てくるような動きでトップまで持ってきてくるんですが、ここから大事なのは左の膝をまずはアドレスの位置に戻すこと。これが要するにダウンスイングの踏み込みだったりとか腰から動かすよっていう合図にもなってくるので、膝を戻さずに腰から回ろうとすると分かります？右腰が前に出てくるんですよ、膝戻さずに回転入れようとすると、こっちが出てきちゃうでしょ、ヒュインって。これは回転は入ってるんだけど、右足軸でただこう回ってるだけなので起き上がりになって、結果肘を落としてもダフったりとか、起き上がるからトップしたりとかもなっちゃうので、バックスイング上げたら、戻しは膝をアドレスのポジションにまず一旦戻してあげる。でここからやっと体の回転が入ってきてくれるので、ちょっと意識してほしいのは下半身は膝の向きですね。アドレスの膝の向きをちゃんと自分で覚えるように覚えて、右は固定したままバックスイング上げてきて、ダウンは手からではなくてここから膝の戻しが入って手がグッと降りてくるので、全然意識したことなかったかも。あんまりないですよね、なので大体みんなやっぱ体の回転っていうんだけど、回転ばっかり意識するとこういう回転の仕方になるから、こう浮き上がってくるっていうのかな、重心位置もね、ちゃんと一回左に戻す動きっていうのは絶対必要になってくるので、ちょっと膝の向きを意識してあげると、スムーズに回転しやすくなるかなと思います。っていうところで下半身と上半身に分けてやったんですが、今日のポイントはどっちかというと肘ですね。はい。っていうところをちょっと皆さんやってみてください。はい、以上です。Eスイングにはスイング練習に特化したトラックマンが置いてありますので、最速で上達することができます。また Eスイングの LINE 公式アカウントを登録していただくと定期的に視聴者プレゼントを配信中です。概要欄の LINE から、正面と後方からの自分のスイングと、今現在のゴルフのお悩みをテキストで送ってみてください。それを見て私が1分間のレッスン動画を、送らせていただきます。ぜひ LINE 登録とスイング動画の方をお待ちしております。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメント、 LINE 登録お待ちしております。それでは次の動画でまたねー。